次の登壇はですね、コロナ禍で外国人実習生を受け入れる徳林寺という寺院が名古屋にございます。厳しい労働環境からお寺に駆け込む実習生、そして助けを受け入れる住職、コロナ禍でお寺はどのような場所になっているのでしょうか。映像をご覧いただきます。さよならジャパン。さあ今から一つあれ冷たいからね。冷たいねあれ。切ったら。I landed in Nepal. The culture of the Tokrinji made by the visitors, not in the from here. If somebody come here, and they make the open the door and they make the culture of here. Like that. 先生今行きます。はい、行きます。はい、2時に帰ってますね。あ、はい。私英語わからない。あ英語全然わからない。全然戦争戦争。でも、今後は危ないです。ああ、危ない。日本、日本、ピース。ああ、わかるよ。That's why. 日本に、行きました。私ね、カリフォルニア降りるなったら、帰るところない。だから午後ね先生お願いした。場所ない。自分の場所ない。仕事して、その時なんで事故あったわからない。なんで痛い。自分の見る。いっぱいに行くと血出てた。それびっくりしてた。なんで全然わからない。この手直したい。きれいになりたい。Để em về điều cái nào đừng bỏ tôi lát mình đốt. Hôm nay đi xe hả? Không đi xe. Không nói hả? Nói rồi con Vân lấy đi. Năm nữa dính dáng. Rồi con vô. 亡くなられた精神的な苦痛に対してそれは一緒だよ。聞いていただくのにお願いしたいのは、いろんな国の方の遠慮した言葉とかね、日本に来ると非常に不利な立場があるから言いにくいこともある。それからそういうので一つの言葉でそういうものを決定していかないで、全体的なことをしっかりと踏まえて保険金等がね下りるようにしていただきたいと思います、ね。それはでも日本の人、ベトナムの人、あるいはアメリカの人とかいうような区別ではなくて、しっかりとその方に有利になるように出していただくようにお願いしたいと思っております。Đấy gọi là lắp gỗ đâu. Đấy bê thẳng đứng. 悲しいけどもね、こういうお金のことも話さなきゃいけないからね、大変だけど、ね、chú đi cẩn thận nha, Thiến cẩn thận nha. やってください。A Di Đà Phật. だからまあ本当にかわいそう。このような外国人の事故も増えてます今。増えてます。自殺した手の葬式もしました。それから
会社で事故で亡くなった脳喪失もしたですよね。本当にそういうここに骨がある方なんか何人もいますよ。いやもう。Minh đâu? Minh thì có dài mà phòng Đạt á. Sang Đạt Minh đâu em? Chưa dậy rồi. Dậy chưa? Dậy rồi mà chắc ốm đấy. Chắc ốm rồi. Vào đi. Kệ nó đi. Phải dậy đi không thì sao chú ở phòng viết mà gọi anh Khôi dậy là sao? Gọi rồi. Minh hôm qua nhắc nhở một lần.で今年コロナで急にそのベトナムの人が家がなくなっちゃった。仕事もない、お金もない、家もない、ということができてきて、じゃあまあそういう人たちをここで住みましょうということで、それは4月の最初ね。Nè, lấy cái muỗng mở lên. Cái muỗng mở lên. Khoai lang. Đâu nó cũng sắn. Anh ơi. 私は年からすればかかったらこう一線を越えるかもしれないですからね、そういうことはまあ最初に頭の中にありました。それで閉じてしまうと閉じてしまうことはできなかったっていうね。まあみんなの家作ったのは約束ですよね。1日でも、2日でもいいからね、ちょっと今日行くところなくご飯もない人がいたらね、サポートしますよというそういう約束をしてるわけですからね。その約束にいやまあ今回もどこかなそういうなんか選択肢はなかった。いつから亡くなった？今年の1ヶ月から、1月から。1月から全然仕事ない。何ともかかる。日本来た時もいっぱいお金かかりました。どのぐらいかかります？100万円ぐらい。
100万円ぐらいかかります。それからの会社にあげないといけない。その今度どうやって払った？叫んでどうやって払ったこの役自分のお金で払います。銀行から借りるお金。いた。Bóng à? Sống ảo hả Tâm? Đang sống ảo đó hả Tâm? Dạ đó. はい。ルイさんは、日本の仕事した時一緒に同じところ、同じところ。どの町どこ？私、京都はい、住んでました。そう、カンさんも同じ京都？同じ。はい、同じ。そうで住んで、同じ住んでた？はい、そうです。そう日本に来た後で同じ住んでた？違う、別。はい。私、会社に岩手県、私働きました。それから1年ぐらい仕事を働きました。それから私たちは逃げた。仕事大変ですから、毎日、日本人は、いじめられる。毎日泣いた。何も。すごい大変だった？はい。毎日私いつも仕事は重い仕事やります。6 giờ rồi. Mấy giờ? 6 giờ rồi. Nhưng mà sao? Để chút đấy rồi. Để 肩枠やるとき、社長が膝で頭に叩いた。社長の膝で？はい。びっくりしなかった。あとハンマーで頭に叩いて、で僕はその時はちょっと社長と喧嘩しました。それで肩枠の仕事を辞めました。何をして叩かれたんです僕はただ日本語、その時は日本語はまだ全部社長が何か言ったら全部わからないんで、仕事もなんか間違えてますから社長が怒ってた。社長さんに何か言ったんですか？やられた時僕もちょっと怒ってたから社長と喧嘩してで社長がお前ベトナムに帰ってくださいと言われたから僕も帰っていいと言ってでその時からなんか気持ち悪くなる。それでもう辞めました。会社。仕事は大変でも頑張るけどなんか文句とかいっぱい言ったら僕も我慢できない。日本人のこと嫌いにならなかったですか？その時。日本人じゃない社長だけ。どこでも悪いと思いますでしょ。ベトナムでも。でも実習制度というのはあなたは実習に来たんでしょ、給料ではないでしょ、というなんかロジックがあるわけですよ政府に。でも本人はいやいや私はお金をいいだけですからね、実習制度はそこで学べば
ビサイズではもう OK だけど、その人は働いてるわけですから、ちゃんとしたお金もらい方は逃げますよね。で他のとこで逃げた瞬間にビザのステータスも全てを失われちゃう。でその時にそういう逃げた時にあなたは逃げたからステータスなしと言います、法律でね。法律だって実際裁判じゃないけど、でも実際はここのにおけるコンディションがめちゃくちゃ悪いから逃げたわけですね。じゃああなたはどうして逃げたの？もう一遍逃げたことは違法だけど、違法になるためには何があったんですかって全部聞いてくれて、あ、それはちょっとひどいね、じゃあやっぱり他のところで実習のチャンスをあげましょう、いうことになれば、まだその人の一つのその人が逃げたことのだけを絶対的なルールだけでなくて、もう少し現実のルールの運用というのが出てくるわけですよね。qua chơi dạy sức nóng béo. Sao hai ông dở bụng lên đôi biết? Tao tập lại tập bự sau bụng ơi. Tao bụng đúng không? Tao nó nhìn bụng phải. ビャクティコドゥッカタ払えことさいながら。よアバヤンカムガナイチャバエラアイゴサタパニカムハラエコタパニティオエウタティオモーメントモーメントテスコビルスネ R さんがバセラヤスティオ3階バセバチティオビルスネ Một lần nữa nước mắt lại rơi, một lần nữa không thấy chàng về. Chúng ai buồn ngồi ngẩn ngơ chờ chàng. Chúng ai buồn ngồi ngẩn ngơ chờ chàng. 重いでしょ。全部地球ってあ、全部大丈夫ですね。結構重い。バランスを考えた方がいいかもしれんけどね。でも全部多分足りないですね。何枚ぐらい8枚ぐらい。 8枚あるね。全部ないから。Ôi giời, cái cầu mưa luôn. 日本ではそういうスタイルありますか？マンダラ団を作るときにね、もちろんそういう団を作りますけども、こういうネパールみたいに土で作るという習慣はないからね。でもこれはとてもいいので僕も好きなんですよ。Tân An Lạc. Quá một chiều cho mọi cái nào của anh rồi lại đây, cái này của anh có nào cái này của anh thêm để rộng ra mọi người.
Cái hàng mét rồi này. À ui, của chị với nhau. Không phải em tìm đâu. Đây chị đây em đây. Lại Hoàng Thiên Cừu quá mỏi miệng. Ô thầy miêu吉祥皿に楽しい。捨てられるということは本当にそういう意味では素晴らしいことでね、ある意味ではその瞬間は非常にこう辛いし苦しいことですけどね、でも捨てられ切っちゃうともう自分はもうそういう人たち関わりないね、もう自分になれるから、ここは今みんな自分が自分になれるとこですね。よかった。確かのめりもらったの。うわありがとうございます。できました。できました。ずっと待ってるんですよ、このメール。Bây giờ tôi nói với anh em như thế này này, bắt đầu chính thức từ giờ phút này trở đi là tôi thành ra làng. Đây là ta làng. Khóc rồi chị à? Khóc mà khóc à? Ai? Nhớ thầy chứ. ご覧いただきましてありがとうございます。会場にはディレクターのディペシュさんと斉藤さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私自身映像を今拝見させていただいて、日本に希望を持って働きに日本に来てくれて、暴力だとか厳しい環境、そして身を守るためにその環境から逃げてしまうと在留資格がなくなってしまうということですよね。不法滞在になってしまう。そんな中なんとか仕事を見つけていたけども
コロナ禍でその仕事さえも失ってしまって母国へ帰るしか選択肢がなくなってしまうというところになかなか胸の詰まる思いでしたけども、お二人がこの徳林寺様を取材するきっかけっていうのはどういったところにあったのでしょうか。はい、ありがとうございます。すみません、私の日本語はあんまり上手ないんですけど、とんでもないです。頑張ります。はい。2年前ぐらい、私は最初はこのソフィア大学のコラボレティブ研究者、田中雅子と一緒に名古屋へ行っていた。その時は、高岡さんに会って、なんかネパールの10年ぐらいの経験と、今日本のこの名古屋のちっちゃい町のちっちゃいこのお寺ですごいなんか素晴らしいこと知ってたことはなんかすごい自分ですごいなんかインプレスして、いろいろな国からアフリカからアジアからいろいろな国からなんか問題あって、そのところに来たこの移民たちのなんかサポートして、この人たちの将来のために、高岡さんからすることはなんかネパールの10年の経験あって、そのことは始めた感じ分かって、すごいなんかインプレスして、その後で一緒に浅見さんに一緒にこの話シェアして、このプロジェクトはいいかな、このグローバルオーディエンスのためにもこのプロジェクトいいかなと思ってプロジェクト始めましたね。その後でコロナもなって、コロナなった後でもこの徳林寺からこの今のこのグローバルコロナのクライシスで前みたいに続けて、このアクティビティ続けてなので、私たちもなんかインボルブして作っていました。はい、なんかある？ありがとうございます。今日はその徳林寺の高岡さんと Zoom で、接続しているということなので、ぜひつないでみたいと思います。ちょっと接続の準備入りますので少々お待ちください。接続できますでしょうか。ぜひね、今お話にあったように、ご住職の10年間のネパールでの経験というところもぜひお話直接ご本人からお伺いしたいと思いますので、ちょっと Zoom でつなぎたいと思います。高岡さん、聞こえますでしょうか。聞こえてないです。ヘッドホン外していただけますでしょうか。ちょっと聞こえないですね。聞こえてないみたいですね。ちょっと接続か。つながったんじゃないですか。聞こえてますでしょうか。聞こえてないですかね。映像は今。高岡さん、聞こえますでしょうか。はいはい、聞こえてます。はい。ヘッドホン外していただけますでしょうか。ちょっとヘッドホンがね、音が聞こえなくて、それで撮ったんです。ちょっと聞こえない。聞こえてないみたいですね。ちょっと接続か。時間かかってます。つながったんじゃないですか。つながりましたか。時間聞こえてないですかね。聞こえてます。聞こえてます。声出します。映像は今。聞こえますでしょうか。はいはい、聞こえてます。はい。聞こえてるけど、これラグがあるんですかね。ちょっとヘッドホンがね、音が聞こえなくて、それで撮ったんです。なかなか初めての試みですが、ちょっと会場と高岡さんの方の映像でもこれラグがあって、なかなか会話が難しそうですかね。ちょっと今環境設備の方で確認しております。どうにか高岡さんと会話してお話しさせていただける環境を整えたいなと思っているので、もう少々お待ちください。そうですね、ちょっと今高岡さんとの会話して聞こえましたか、こちらの声は。連絡ちょっとまだラグありますかね。高岡さん、聞こえますか。そうですね。もしあれだったら電話とかなんとか。そちらの方がなんかオフになってる感じ。すみません、ちょっと高岡さんにもご心配をかけてしまって。会場のマイクがオフとなっております。
はい。今はい。はい、はい、はい、聞こえてます。はい。はい、わかりました。はい、そのように。じゃあちょっと、はい、急遽ズームと電話で音声と映像で接続させて。あ、そっか。電話の声はネットには乗らないですもんね。はい。はい。よろしいですか。あ、そしたらちょっと電話を通じて大丈夫ですか質問させていただきます。はいはいはいぜひ高岡さんにお伺いしたいのは、高岡さんご自身がネパールに10年間いらっしゃったことがこの実習生であったりこの移民の方を受け入れるきっかけになったのかなと思うんですけども、ぜひそのネパールでのご経験をお話しいただけると嬉しいです。で、私のはいはい。ネパールの体験っていうことですか？はい。私がネパールへ入ったっていうのは1970年です。当時の日本の状況というものがありましたね。私がちょうど、大学を終わった後でしたからね。で、その頃の、日本の文化的状況とかいいのか、経済的な状況とか、あるいは、ベトナム戦争とかですね、そういったさまざまな環境の中で、ふらふらっとネパールへ行って、ある意味ではドロップアウトでこのさようならジャパンだったんですね。それでネパール入って、逆に、異文化の中に入ったことによって、人は非常にショックを受けたんでしょうけども、ショックというものが逆に、自分にとっては非常に自分の塞いでいる心を破ってくれたというところがあったように思うんですね。それ以降はネパールへ入って、最初は本当にいわゆる貧乏旅行というのか、インド、ネパールとか、アフガニスタンおよびスリランカあたりをですね、ぐるぐる回って、旅をしてたんですが、その後ネパールというところに出会って、ネパールに長期滞在ということになっていったんですね。で、そこの中で、自分のベースとしては、もちろん仏教というものがあったわけですけども、仏教の実際の社会での展開というのはどういうものかというのを、仏教ばかりでなくて、ヒンズー教およびそういった、よろしいですか？私の声聞こえておりますか？聞こえております。そういう中で、ネパールの文化というものに出くっていうのか、ネパールの人たちとの生活に、非常に自分が開かれていったというんですかね、ある意味では自分が自分らしくなっていったのかもしれませんね。ありがとうございます。具体的なもの、はいはい。そしたらやっぱりご自身がこのネパールに行かれて不安を抱える中、10年間、ネパールでの経験でその仏教も見つめ直すきっかけにもなったし、このサポートを受けた、いろんな方のサポートを受けて自分自身も日本帰ってきた時に今度は誰かを支える番になったっていう、そういった経緯だったんでしょうかね。ちょっとね、私ね、やっぱり音がね、十分聞こえないんです。私の耳の当て方が悪いのかね。いいえ、とんでもないです。高岡さん、今この声は聞こえてますか？これはよく聞こえます。ありがとうございます。ちょっとこの形で会話させていただきますね。そしたらやっぱり高岡さんご自身がネパールで不安を抱えながら10年間過ごされたきっかけが、仏教としても見つめ直すきっかけにもなったし、ご自身に大きな影響を与えたっていうことですよね。そうですね、それはもう本当にあります。そうなんですね。ちなみに、今映像でありましたみんなの家っていうのは、今何人くらいいらっしゃるんですかね？実はね、いらっしゃる方いらっしゃるけども、
昨日っていうのか、はい今日と言った方がいいんですが、今日全員がですね成田を立ちました。全員が母国に全員が戻れたということですかね。そうですね、今年最後のですねフライトだからということで、はいはいはい。特別に特林にいる人たちは、全員返しましょうという、大使館の方からの決定があって、そうだったんです。まさに今日、すごいですね。そうなんですね、じゃあびっくりして、むしろショック状態に我々サポート側っていうのか、実際にはサポート側とそうでない側っていうのはないんだけども、はい。結局残されてしまった我々はショック状態をして、そうですね。現在嬉しいことではありますけど、ちょっと寂しさもあるっていう感じの状況ですかね。いやもう嬉しいこと、もちろんおめでとうではあるんですが、そうですよね。はい。でも我々はこれまでずっと楽しく過ごした時間でしたから、あれっていうような感じで、そうですよね。急にね、みんながいて、そうなんです。本当に学校みたいな素敵なコミュニティだったのが急になくなってしまうと寂しさもありそうですね。そうですね。もともとこの生活というのは、入る瞬間とか入り口はね、辛い状況から出してくださいということで受け入れるわけですけども、それが忘れれば本当にお互いに対等というのか平等というのか共に生活する仲間という形でしたからね。そうですよね。ちなみに、実習生の方々で皆が皆厳しい労働環境だったっていうわけではないと思いますけども、お寺に助けを求めてくださった方は皆厳しい待遇にあったりだとか、ちょっと心にも傷を負って助けを求めている方も多くいらっしゃったと思うんですけども、そういった方々に対してはもう日本自体が日本全体ではないって言い方してましたけど、ちょっと不信感とか恐怖心を抱える実習生の皆様とはどういった形で寄り添っていらっしゃったんですか？そういう問題というものは個々別々なもんですからね。確かにそれ個々別々な形での対話とかそういうことはありえても、全体のこのコミュニティというものについてはお互いにそのことは理解はしているけども、ここにおけるどうですかね、コミュニティのお互いの生活感情というのはあまり変わらないようにというのか、忘れようというような形でですねやっていたと思いますね。そういった意味では話を聞いてもらいたいときにはもちろんお話を伺いますけども、あえて全てをオープンにさせるとかではなく、本当にその人が安心できる環境を個別に作っていったっていう感じなんでしょうね、きっと。そうですね。まさにそのようにこの時空間で一つの切るということですよね。ずっとこれからの問題というのはここで体験したような気持ちというのか育んだものをまた違うところで発揮してくださいと。そうですね。したがって一つのね種を育てるというのかね、本来ここに来たら自分らしくしてくださいっていうんですかね、そういう形でできるだけ生活を共にするということだったんです。はい、それこそみんなの家にいた方々は、きっと日本にいて辛い思いもあったと思うんですけども、高岡さんと徳林寺という、この環境があったおかげで最後に日本で安心を感じて最後母国に帰られたんじゃないかなと思っております。実はね、私だけではないんですね。はい。実はたくさんの方が関わってくださって、また日本の方もね、一人一人の個性というのか、アプローチする心があって、そういうものが総合的な形でこのコミュニティが成立していたもんですから、ある意味では私というのは最初のきっかけを作っただけで、他の方の力というのは本当に大きかったと思います。それは他の方というのはベトナムの方も含めてですね、
からその時その時に面白い文化がなんていうんですかね、出てきた。だから一回一回お別れでバスをお別れするんですね、一回一回。はい。でもその一回一回がね、もうまた違った雰囲気、あるいは違ったお祭りっていうのかね、もうお祭りと言ってもいいぐらいで、この1年間お祭りしてたような感じがするんです。そうですね、その感じは映像を見てもすごい感じ取られたので、はいはい、高岡さん自身も映像はご覧いただいてますか？もう見せていただきました。本当にね、カレルさんのね、映像力というのか、はい、感動しております。よかったです。ありがとうございます。すいません、今日こういった形で、ズームと、はい、ちょっと切れちゃう部分もあってご心配かけてしまって申し訳なかったです。いやいや、私もね、だいぶ緊張してね。とんでもないです。ありがとうございます。おります。はい、今でもまた緊張しながらね、初めての体験で本当に嬉しく、ありがとうございます。お話伺えてよかったです。ありがとうございました。はい、どうも本当にこちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、お願いします。ありがとうございます。なんとかなりました。よかった。ありがとうございます。すごい高岡さんからもネパールの経験もお伺いできて、どういった経緯でこの今のみんなの家のコミュニティができたのかというところもお話は伺ったので、ここはすごく良かったなと思っております。最後にディペスさんと斉藤さんにお話を伺いたいんですけど、この映像に載せきれなかった部分とか、どうしても身近にいて伝えたいことなんかがありましたらお話を伺わせていただければ。 Maybe. 高岡さんも今おっしゃってたように、はい、徳林寺の文化は皆さんが作ってくださるとおっしゃっていて、でどのように寄り添われたんですかってさっきご質問があった件で、こちらに日本人の方がいっぱいいらっしゃっていて、一緒にサッカーをされたり、一緒にカラオケを歌ったり、日本語を教えてくださったり、そういった方々の映像が今回ちょっと時間の関係で載せきれなかったんですけど、ベトナムの方たちもそういった方に触れ合うことですごく最後に温かい気持ちになって帰られたっていうお話は彼らから聞いてます。よかったです。ジペスさんからも。いや、私も今の時代にはこの徳林寺はちょっとモデルかな。世界に日本だけでなく世界の中でも今知っていることはモデル。このコロナのクライシスにはこのアクティングとリアクティングはこのモデルみたいにことを思って、みんなこの徳林寺の高尾さんと周りのいろいろな日本人の方は一緒にこの人たちの最後の今からこの人たち今から出た後で日本に来ることはできない。この最後の経験はすごいいい経験で書いたので、将来は日本人とこのビエトナム外国人の関係になるかなと思っています。そのいっぱいことはまだまだこの映画には入れてないんですけど、でも皆さんに本当にいろいろなボランティアたちと皆さんにの仕事をすごい尊敬してありがたいんです。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。それこそ今映像に収まりきれなかったっていう言葉がありましたけども、私自身はサッカーの映像だとか、本当にみんなが安心した歌ってる映像とか、安心してみんなで食事したりとか共同作業をしている姿を見て、その温かさとか安心感というのは伝わったので、非常に彼らにとっては最後に母国に帰る前の温かい経験だったのではないかなと感じられました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではディペンスさんと斉藤さんにも大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。